北海道積丹半島、現在地は古平町の高台。温泉に来ました。露天がですね、割とお安く、ご家族とかカップルとかにいいと思うんですよね。こうやって漁港とかも見下ろすことができて、これから今話題の古平の道の駅を経て、奇岩をランドマークとした旧海岸道路へ。明治40年、坪利トンネルから見た立岩がある海岸の道。しかし、この先余市までは車が通るには厳しい山道でした。365もカーブがあるため一年道路とも呼ばれました。そこで古平余市間を結ぶ二級国道小樽江差線が企画されました。昭和23年に始まった海岸道路の工事。これは奇岩瀬高向岩のそばを通るトンネルの様子。10年の歳月を経て昭和33年積丹国道は開通しました。立岩と瀬高向岩を背景にバスが通る。そしてこの写真に出会いました。2つの奇岩を背景に海岸道路に佇む女性。道の彼方にはバスが見える。大きな荷物を背負い、手には塔の籠、足元には一斗缶と箱。買い物の帰りなんでしょうか。さあ、このノスタルジックな海岸道路の残像を追ってまいりましょう。ろうそくウェアがね、結構よく見えるんですよね。クランツもあるんですね。わわ、かわいいな。朝から道の駅は大盛況。木のぬくもりを感じる建物。名産品たらこのイメージキャラクターたち。もうすごいスタンバってる人ばっかりで、こうお店の中はですね、混乱になってるんですね。地元小学生の作品でしょうか。ピンクのパッケージのたらこのパスタソースが人気です。これもピンクですが、いちごのポップコーン、とにかくたらこのピンク色一色でした。展望台ってことじゃないんですけどね。基地があって、これ出す。これ左。町営なんで問題ないです。トイレとかあるんですよね。ちょっとしたこじんまりしたビーチもあって、いいとこだと思いますね。旧海岸道路ですね。で、瀬高向岩とろうそくウェアがバッチリ入ってくるんで、ここはね、おすすめなんですよ。旧道の近くで愛車と写真撮ることもできます。これがこのように瀬高向岩を背景に旧道で愛車と写真を撮ることができます。豊浜トンネル事故の慰霊碑で手を合わせて、積丹国道開通記念碑へ。昭和33年竣工、二級国道小樽江差線古平余市間海岸道路。海陸の資源、この国道によって開かれ、民生ここに定まる。旧道を走る北海道中央バス。こちらが新しい現行のトンネルがあって、こういう風に瀬高向岩に向かって伸びていったんですよね。古い地図に表記ある立岩と角っぺ場所まで行ってみたいと思います。これが福野ですね。立岩が出てきましたね。福道は結構ね、劣化していてですね。あまり普段目にすることがない立岩ですね。これ昔っぽい石積みの擁壁なんですよね。いや、いいこの海岸道路ね。い
雪解け水はすごいです。かなりいい景色ですね。絵になるな。古びら市の広報誌によれば、鶴のっぺの沢沿いを旧海岸道路から200メートルほど登った丘陵で、昭和30年代まで浜町の斉藤さんがイチゴ栽培をしていたらしい。海岸道路鶴のっぺ付近で佇んでいたあの女性、ひょっとしたらイチゴ栽培をされていた斉藤さんかもしれない。この上にイチゴとか栽培したらしいんですよね。古びらいろは歌鶴のっぺ草に埋もれたいちご畑。